外科寄生植物のエバンマシュラです。先日こんなマシュマロをいただきました。こんにちは。いつも楽しく動画拝見させていただいてます。エマちゃんのかっこいい柄も可愛い絵柄も大好きです。ありがとうございます。質問なのですが、最近リクエストなどをいただいた時に限って構図がうまく思いつきません。何かアドバイスをいただけないでしょうか。いつもエヴァちゃんはたくさんラフを生成してらっしゃるので本当に尊敬です。質問ありがとうございます。エヴァの動画を見てくれてる宿主はご存知だと思うんですが、結構ね、エヴァはラフの段階でね、いろんな構造をたくさん書くことが多いんですよね。これ数あればいいっていうものでもないと思うんですけどね。趣味絵は結構自由に描けるけど、依頼絵とかリクエスト絵の構図ってどう考えたらいいかわからない。思いつかないっていう人結構いると思うので、今回はそこら辺も深掘りつつ、構図を決めていく上でのエヴァの考え方を実際の依頼の流れに沿って生々しく解説していきたいと思います。この動画を見ていただければリクエストイラストにおける構図作りの具体的な考え方が身につくかもしれませんし、身につかないかもしれません。書いていくのは9月7日に発売になりましたボイスピーク音町うなちゃんのパッケージイラストになります。音町うなちゃんについては2016年にボーカロイド4でデビューしたバーチャルアイドルです。で、トークソフトも出ているので、もう喋って歌えるバーチャルアイドルってことです。今回書くのはトークソフト、つまり文章を読み上げてくれるソフトのパッケージイラストになります。最新の AI 合成技術を搭載していて、好きな文章とか言葉をテキストで入力するだけで簡単に高クオリティな音声が作れると。これ動画との相性もすごくいいですよね。で、今回ね、感情表現にも対応したということなので、そこら辺もね、イラストに取り込んでいければいいかなと思っています。デザインも実はさせていただいているので、そちらについてはまた別の動画で紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。エヴァは趣味絵の時こそラフを描きまくりますが、依頼絵の場合は実はね、そんなにたくさんバリエーション描くことは多くないんですよね。で、趣味絵の時にたくさん描くのは、方向性が定まらないまま、気持ちの赴くままに描いてるからですね。で、依頼絵の場合というのは、だいたい表現したいことを伝えたいことがはっきりしているので、おのずとね、選択肢が限られてくるんですよ。なので、どうしたらいいかわからないってなる場合は、そもそも情報が足りてない場合が多いんじゃないかなと思います。自分のための絵だったら、自分の魂にね、聞いていけばいいんですけど、誰かのための絵なら、その人の魂に問わなければいけない。なので、エヴァはできるだけ聞くようにしていることがあるんですけど、この絵で伝えたことは何ですかということですね。今回の絵で言うと、パッケージイラストなので、製品の紹介であることは前提として、これまでにない特徴とか、新しい機能とか、開発コンセプトとか、あとは担当者の思い。これすごい大事です。それを聞き出して、その思いが正しく伝わるように表現に落とし込む。これが依頼された側の役割なのかなと思ってます。で、その上で構図というのはそれを実現するための方法、手段の一つです。もちろん構図以外にも、色とか表情とか塗り方とか、あらゆる要素がそれを伝えるために機能している必要があると思います。これじゃあ構図って何なのよと。この構図の原材料を見ていきましょうか。裏面にね、書いてあるんでね。キャラクターイラストにおいては、主にポーズ、アングル、トリミングだとエヴァは思ってます。ポーズというのは何をしているのかの説明ですね。で、アングルというのは何をどれくらいの優先度で見せるかというのを決める基準かなと思います。それでトリミングというのはそれをどこまで見せるか。そんな基準で考えることが多いですね。図にするとこんな感じで、その内訳を見ていくと、ポーズは何をしてるかでいいよね。で、アングルはその中でも視点と視野に分かれるかなと思ってて、視野は広角と望遠、視点は俯瞰かアイレベル相当か煽るか。それぞれ意味のタグみたいなものがついてるイメージで、例えば広角は迫力とか動的とか存在感とか奥行きみたいな意味を込められて、逆に望遠は説明的だったり性的だったり、
視点については、俯瞰っていうのは、キャラクターイラストにおいては、見上げになるので可愛くなりやすいから、少し庇護的なニュアンスを帯びたり、あとは顔を大きく見せたい時に使うことも多いです。ハイレベル相当は、主観的な表現にしやすかったり、あとは状況がわかりやすい説明的なイラストは、この視点で描くことが多いです。煽りに関しては、迫力が出るので威圧的になったり、非日常的なアングルなので少し背徳的だったり、そんなニュアンスを見ると思ってます。この3つ目のトリミングというのは、この絵全体を色面構成のような記号的な見方をするという解釈です。例えば余白の意識とか、あと三角構図とか黄金比とか、そういういわゆる構図のテクニカルなものがここに当たるかなと思います。もっとね、やろうと思えば全然細かく分けられるんですけど、基本的にはここに入れ込むことができるんじゃないかなと思います。これらの要素を組み合わせて、あとは色とか表情とかで補強していく感じかな。今回 3D で説明したんですけど、実際絵なので、これらを順番にやっていくっていうよりは、もう全部を並行してやっていかないといけないと思うんですよ。でも強いて言えば、依頼絵って大体サイズが決まってるので、そのサイズに合わせてシチュエーションが大体2、3種類くらいあって、で、画面に対して顔をどこにどれくらいの大きさで置きたいか、アングルとトリミングから発想する方がエヴァとしてはやりやすいかな。なので、ラフの量っていうのは一言で言うと、アングルとかポーズとかの意味の組み合わせを変えたパターン出し、みたいな感じで、出してみないとわからないみたいなところがあると思います。なので、依頼者に、俯瞰と煽りどっちがいいですかみたいな聞き方をしても、多分あんまりうまくいかない気がするんですよね。作曲の依頼で例えると、楽器の一覧を見せられて、どれ使って曲作りますって言われてるみたいな感じ。勝手知ったるこちら側から歩み寄らないといけないと思うんですよね。なので、依頼者の伝えたいものに寄せつつも、少し振れ幅を持たせて、ラフを作っていきます。で依頼者は当然、絵のプロではないことが多いですよね。なので、イメージが揺れてる時もありますし、お任せしたいとか自由にやってほしいって言ってくれる時もあります。その場合でも商品である以上、やっぱり用途はあるわけで、最初にこのイラストで伝えたいものは何ですかっていうゴールを共有していくことで、その後の流れは幾分スムーズになるかと思います。依頼者が依頼に慣れていない時は、やり取りしていく中で、やっぱこっちがいいってなることも結構あるので、その場合は修正回数とかをあらかじめ決めておくことも有効かなと思います。あとは具体的な参考画像を用意してくれるパターンもありますよね。でその場合は、この画像が何の参考ポイントなのかをはっきりさせていくことを意識しています。構図なのか、色なのか、ライティングなのか、表情なのか、シチュエーションなのか。なぜなら指定された構図よりも伝えたいことを伝える上で、より優れたアイデアが自分にあるかもしれないからです。そこら辺が分かったら、あとはもう連想ゲームです。から新しい音町うなちゃんの要素を想像していきます。今回のイラストもあまり具体的な視点はなかったので、自由に描きつつ、探りつつといった感じです。今回の特徴は、やっぱりトークちゃんと呼ばれる存在ですね。実はボイスロイドの音町うなちゃんがいるんですよ。デザインは斉藤直樹先生で、それとの関係性がまずあります。ボーカロイドのうなちゃんがアイドル衣装なのに対して、ボイスロイドのうなちゃんは学生服なので、トークソフトの共通点として制服デザインも要素は踏襲しつつ少し印象を変えて取り込んでいます。構図的には前のが俯瞰でアクティブなパッケージなので、今回差別化したいとも言われていたので、方向性としては俯瞰でちょっと落ち着いた感じにするのと、逆に煽りでアクティブな感じにするというパターンを作ろうかなと思います。あとはね、初めて今回 AI が搭載されるので、先進感みたいなのも表現していきたいなと思います。あとは多彩な感情表現と声色。これは色彩とかでも表現できそうですね。連想ゲームの分岐ポイントを意識しながら方向性を探索していきます。アイデアとしては読み上げソフトなので放送部的に原稿朗読しているみたいな落ち着いた構図 A と煽り気味で躍動感があってパッケージらしい活発な構図 B を提案しました。どちらも今のトークちゃんとパッと見で違いが感じられる構図になるように意識しました。で、フィードバックとしては A の方がトークちゃんのイメージに近いですね。風紀委員的なイメージを出すことはできますか？
風紀的なイメージとなりつつも、ここら辺の塩加減は聞くよりも見る方が早いかなと思ったので、まずはサクッと修正をしてみました。表情を少し変えて所作をきちっとさせてみました。微修正レベルですね。そしたらパッケージラフですが、風紀委員のノリが気に入っておりまして、例えば風紀違反を取り締まるような指差しポーズとかできないでしょうか。せっかくやっていただいて A でも B でもなくなってしまうかもしれませんが、そっちかー。取り締まり系ね。確かに風紀委員といえばそうだよね。ここで風紀委員のイメージが分かってきたので、改めてラフを切り直しました。ビシッと指さしたポーズです。これはもう自信作でしたね。勝ちを確信しました。動きをつけてパッケージらしい華やかさも演出したので、これはもう決まったなと。パチンコなら確定演出入ってるなと。これが依頼の対応力だと。勢いよくターンとエンターキーを弾いてメールを送信しましたよ。すると、こんなフィードバックをいただきました。パッケージイラストとして可愛く見栄えよく考えていただいた中で大変心苦しいのですが、やはり風紀委員的なイメージが可愛いだけではない差別化という意味でも気に入っておりまして、それがポーズでも表現できたらいいなと思っております。こういう時もある。僕、クライアント様に書かせてしまったのはもう失態としか言えないんですが、ただよ、結果としては風紀委員のイメージのすり合わせがもう完璧にできたので、それは良かったなと思います。もはやこのままこの絵を仕上げてもパッケージになりそうなクオリティですが、エヴァの存在意義を示すためにもこの要素を組みつつラフをブラッシュアップさせていきます。やったこととしては、左右反転して腰に手を当てるポーズにすることで風紀委員の象徴たる腕章を見えやすくしました。あとは仁王立ちでも動きを感じられるようにポーズを調整しています。ここで無事5が出たので仕上げつつポイントをまとめていきます。もう完全に順調でしたね。至ってスムーズでしたね。まとめです。依頼絵に限って構図が思い浮かばないときは、そもそも情報が足りてないときが多いのではないかと思います。依頼者のイメージをできるだけ具体的にすることが大事かなと。そのためには絵で何を伝えたいのか、何のための絵なのかというのを確認してみるのをお勧めします。で、伝えたいことが決まったら、それを表現するために適切な構図を探していきます。構図は主にポーズ、アングル、トリミングで構成されていて、それぞれに表現としての意図や意味を込めることができます。そういう構図が持ってる意味や機能を自分なりに理解しながら探る感覚でエヴァはいつもラフを切ってます。伝えたいことに対して適切な構図やポーズの候補を選択して表現してみて、そのニュアンスが合ってるかを依頼者とすり合わせていく。言葉で通じることは言葉で伝えて、言葉で伝えられないことを絵で伝える。そんなイメージです。要はコミュニケーションツールということですね。と、そんな話をしていたらイラストができてきました。先進感のある背景のグラフィックを書き足していけば完成です。それでは完成したイラストを見ていきましょう。ボイスピーク音町うなちゃんのパッケージイラストを描いていきました。煽り気味のアングルでビシッと指を前に突き出したポーズと快活な表情で元気な風紀委員長感が表現できたと思います。AI 搭載にちなんだ先進性の表現として取り入れた六角形のグラフィックでトークのメタファである吹き出しを表現したところが個人的に気に入っているポイントです。いつものようにだいぶ理屈っぽく喋ってしまったんですが、結構感覚的なことも大事かなと思っていて、あまり考えずに手を動かしてたらなんかいい感じになったぞっていう場合もかなりあります。なのであんまり堅苦しく考えず臨機応変にまずは楽しくやっていきたいですね。絵に絶対はないですからね。絶対ないですから。ということで今回の動画は以上になります。うなちゃん可愛いと思ってもらえたらチャンネル登録、高評価をお願いします。エヴァに解説してほしいことがあったらマシュマロで教えてください。それではまた次の動画で。バイバイ。チャンネル登録どうかよろしくお願いします。